ウォルフガング・パームはシンセサイザーの未来を切り開きました。本当にその通りですね。はい。ただですね、彼の人生の物語にはとても残酷な皮肉が隠されているんですよ。残酷な皮肉ですか？ええ。実はパーム本人はですね、その未来の景色を見る前に自分の会社を失ってしまうんです。未来を切り開いたのに会社を失った？それってどういうことなんでしょうか？しかもですね、彼が血の滲むような努力で発明したウェーブテーブルという技術があるんですが、ウェーブテーブル。はい。その技術がライバル企業にも影響を与えて世界中へと爆発的に広がっていく、まさにその直前の出来事だったんですよ。なんてことでしょう。皆様、そして今まさに耳を傾けてくださっているあなた、今回の探求へようこそ。ようこそ。今回はですね、前回の動画チップ戦争後編でも少しだけ触れたドイツのシンセメーカー PPG について深く掘り下げていきたいと思います。はい。時代を先読みし、未来を発明したのに会社を失ってしまった男。今回は伝説のシンセが会社を救えなかった理由、すなわちですね、PPG という会社の栄光と終焉の物語を追いかけます。その本編の深い解説に入る前にですね、僕たちのチャンネルではこうして楽器や機材の歴史、そしてその裏に隠された技術者たちのドラマをじっくりと紐解いています。そうですね。もしこの動画があなたの知的好奇心を刺激するものでありましたら、ぜひ今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いいたします。よろしくお願いいたします。あなたの応援が私たちの次の探求への大きな原動力となります。それでは歴史のページをめくっていきましょうか。はい。まず時代を1970年代の中頃まで巻き戻してみたいと思います。ウォルフガング・パームのキャリアはですね、手作りの大型モジュラーシンセサイザーの製造からスタートしているんです。そうですね。そして、1975年頃に世に送り出したのが PPG-1002 という初期のアナログ機でした。はい。ただ、この機体の設計が当時の常識から見ても極めて独特だったんですよ。独特と言いますと？当時のモジュラーシンセといえば、無数のパッチケーブルを物理的にジャックにつなぎ合わせて、音の通り道を作っていくのが一般的ですよね。その通りです。何十本ものケーブルが絡み合うあの複雑な見た目は、自由度が高い反面、非常に煩雑でもありますよね。はい、そうですね。しかしですね、この PPG-1000 にはパッチケーブルを一切使わなかったんです。全く使わなかったんですか？はい。代わりにロータリースイッチを採用しました。ちょっと待ってください。ケーブルを使わずにどうやって複雑なモジュレーションのルーティング、つまりその音の通り道の変更を行うんでしょうか？そこが気になりますよね。それはかえって機能が制限されてしまうのではと思うんですが。確かに物理的にどこへでもつなげるケーブルに比べれば自由度は制限されるかもしれません。ですが、パームはつまみをカチリカチリと回すだけで、あらかじめ決められたルーティングを瞬時に切り替えられるようにしたんです。カチリカチリと。なるほど。ケーブルが絡まり合うような混乱を排除して、演奏者が直感的に音作りができる極めて理路整然とした設計を目指したわけですね。スイッチを回す確実な操作感ですか。そこにはすでに複雑なものをどうやって合理的に制御するかという彼独自の設計思想が現れていたんですね。はい。同時にこの PPG-1000 には当時絶大な人気を誇っていたミニモーグのデザインから色濃く影響を受けていたことも分かっています。ミニモーグですか？ただ単なる模倣ではありませんでした。アナログ回路の最大の宿命ともいえる温度変化による不安定さを克服するために温度保証回路を採用するなど、技術的にも非常に野心的なモデルだったんです。しかしですね、ここで彼の前に大きな壁が立ちはだかるんです。はい。それが強大な巨人たちです。当時のシンセサイザー市場はアメリカの巨大メーカーに完全に席巻されていましたからね。そうなんです。PPG の初期製品はどんなに野心的であっても広く普及するには至らなかったんですよね。圧倒的なブランド力とシェアを持つ巨人を前にして、パームは正面からの勝負では勝てないと悟ったわけですね。まさに。でもここからが彼の面白いところなんですよ。彼はシンセサイザー作りそのものを諦めたわけではありませんでした。正面から勝てないなら戦場を変えればいいと。
はい、ここが非常に興味深い転換点ですよね。敗北感が次なる生存戦略の引き金になっているという。そうですね。そして1977年に登場した PPG-1020 で、彼はアナログ最大の弱点であった熱でピッチが狂うという問題を根本から解決しようと取り組むんです。アナログシンセサイザーは電気信号で音を作りますから、どうしても熱に弱く、ステージの照明とか気温の変化で音が狂ってしまうんですよね。厄介な問題ですよね。そこでパームは、音の源であるオシレーターの部分を丸ごとデジタルに置き換えるという技術的なブレイクスルーを果たすんです。音の心臓部をデジタルにしてしまうと、でもデジタルならピッチは完璧に安定するはずなのに、なぜ他のメーカーはすぐにそれをやらなかったんでしょうか。当時のデジタル技術はまだ黎明期で、非常に扱いが難しかったからなんです。なるほど。それでも、パームは巨人たちと戦うための唯一の活路として、この困難なデジタルの海へ一人で漕ぎ出していったわけです。なるほど。アナログで勝てないからデジタルに逃げたのではなく、巨人と戦うために未知の武器を自ら開発し始めたんですね。ええ。ここから彼の本当の発明が加速していきます。そして時代は1979年を迎えます。1979年ですね。この頃になると、プロフェット5に代表されるような和音が出せるポリフォニックシンセサイザーの怒涛のように押し寄せてきました。はい。単音しか出せないシンセサイザーから複数の鍵盤を同時に弾くことができるポリフォニックの時代へと。彼はここで非常に厳しい現実的な壁にぶつかるんです。音をどうやってシンプルにかつ魅力的に作り出すかという壁ですね。ここでリスナーの皆様にもぜひ当時の極端な制約を想像してみていただきたいんです。極端な制約ですか。はい。現代なら現実の楽器の音をそのまま録音するサンプラーを使えばいいと考えるかもしれません。今ならそうですね。でも当時はそれはまだ夢の期日でした。最大の理由はメモリの価格なんです。メモリの価格ですか。デジタルデータを保存するための半導体メモリが当時は天文学的に高価だったんですよ。なるほど。和音を出すためには複数の音を同時に鳴らす回路が必要ですが、ただでさえ高価なメモリを大量に使うサンプリング方式なんて到底不可能だったわけですね。そうなんです。つまり、デジタルで新しい音を作りたい。でもメモリは高すぎてほんの少ししか使えないという絶望的なジレンマに陥ったと。その通りです。自由に使えるリソースなど何一つない状況でした。この極端な制約の中で、パームがどうやって魅力的で複雑な音を作るか悩み抜き、絞り出した答え、それがウェーブテーブルという独創的な方式だったんです。ついに今回の探求の革新、ウェーブテーブルの登場ですね。この仕組み、言葉で聞くと少し難しそうに感じるんですが、具体的にはどうやって音を出しているんでしょうか。わかりやすく言うと、一周期分の非常に短い波形、わずかに形を変えながら、限られたメモリー内に複数並べてテーブルとして記憶させます。はい。そしてその波形を読み出す位置を時間経過とともに滑らかにスライドさせていくんです。少しずつ違う波形を次々と読み込んでいくことで、音色が時間とともに有機的に変化していくわけですね。それなら長い音を丸ごと録音しなくても劇的に変化する音を少ないメモリで作ることができると。そうなんです。このわずかなメモリー容量で最大の表現力を生み出す仕組みは極端な制約があったからこそ生まれた奇跡のように美しい発明でした。驚くべき発想の転換ですね。でもその複雑な波形データは一体どうやって作ったんでしょうか。当時彼にはデジタルで波形を簡単に生成するような便利なコンピューターソフトウェアなんてありませんでした。1970年代後半ですからね。だから彼は学術的な教科書に載っている図版をじっと見つめながら、そこに描かれた波形から倍音の成分を手作業で分析して数字化していたんです。教科書の図版を目視で解析して、複雑なデジタル波形を一つ一つ手作業で組み上げていたんですか？そうなんですよ。誰も正解を知らない暗闇の中で、どんな成分を組み合わせれば魅力的な音色になるのか、たった一人で気の遠くなるような計算と試行錯誤を繰り返していたんです。まさに執念ですね。そうやって生み出されたウェーブテーブル技術は、ついにウェーブコンピューター360という先駆的な機種として形になります。これならさぞかし市場に衝撃を与えたんじゃないでしょうか。それが、そううまくはいかなかったんです。そうなんですか。はい。このウェーブコンピューター360は、不遇の運命をたどることになります。後年の評価では、この機種について、アナログのフィルターがなかったから、音が硬すぎて受け入れられなかった
と語られがちなんです。デジタル特有の冷たい音だったから当時のミュージシャンには好まれなかったと。でも、歴史の記録をさらに深く読み解いていくと、意外な事実が浮かび上がってくるんです。ほう。実際には、このウェーブコンピューター360にも、アナログ回路はしっかりと組み込まれていたんですよ。では、音が硬かったから売れなかったという単純な話ではないということですか？ええ、単に音が硬かったからではなく、根本的な理由は、あまりにも先進的すぎたウェーブテーブルという発想そのものが、当時の市場の理解を完全に超えていたことにあると考えられます。時代が彼に追いついていなかったんですね。どう使えばいいのか、この全く新しい楽器の価値をどう引き出せばいいのか、誰もわからなかったと。はい。時代の制約から生まれた革新的な技術が、時代そのものの無理解によって拒絶されてしまうという、非常に悲劇的な出来事でした。しかし、ここからが歴史の面白いところなんですよ。この時代の制約から生まれたある種の副作用が、後の PPG 最大の個性へとつながっていく流れがあるんです。副作用ですか？どういうことでしょうか？パームは、自分が生み出した冷徹で正確なデジタル波形を、当時のミュージシャンがより使いやすい、音楽的で親しみやすいものにする必要がありました。なるほど。そこで、フィルターの回路設計をさらに洗練させていくわけです。ここで前回の動画のお話に見事につながるんですね。あなたも覚えているかもしれませんが、以前の動画 SSM vs カーティス40年決着がつかない聖戦でお話ししたように、PPG ウェーブシリーズは世代によってフィルターの構成が変化しているんですよね。はい。資料を読み解きますと、初期世代ではカーティス製フィルターが見られますが、その後の 2.2 や 2.3 では SSM2044 が採用されていたと読めるものが多いんです。デジタルで作られた正確な波形って、そのまま出力するとどうしてもデジタル特有のギザギザした耳障りな成分が出てしまう。だからそこにあえてアナログのフィルターを通す。削り取ることで音楽的な粘り気を与えるんですね。おっしゃる通りです。結果的に私たちが今日 PPG サウンドとしてイメージする音色の多くはこの SSM2044 世代から生まれている。デジタルの正確な波形にアナログの質感を組み合わせるというまさにハイブリッドな回路設計のパズルですね。はい。波形を切り替える冷徹なデジタル発想と生々しいアナログフィルターの融合。このハイブリッド機こそがですね、多くの著名アーティストやプロデューサーに支持され、ハイエンド市場を魅了した PPG サウンドの正体だったんです。しかしですね、その圧倒的な栄光も長くは続かなかったという事実があるんです。ああ、そうなんですね。1980年代の中期にかけて、市場の状況が急激に変化していきます。急激にですか？はい。高性能なデジタルシンセサイザーがですね、急速に普及し始めたんです。これが PPG にとって非常に大きなターニングポイントとなったんです。高性能なデジタルシンセ。その中でも特に歴史を変えた決定的な存在がありまして、1983年に登場した機種ですね。はい。ヤマハの DX7 です。あ、また出てきましたね。DX7。毎度出るのでなんか悪者みたいに感じちゃいますね。あはは、そうかもしれませんね。しかし、シンセサイザーの歴史を語る上では、やはり絶対に避けられない存在なんです。でも、どうして DX7 がそこまでの脅威になったんでしょうか？それはですね、DX7 がもたらしたメリットがあまりにも圧倒的だったからです。まず非常に安価でした。安価だった。そして何より完全なデジタル計算による音色の合成だったため、絶対にチューニングが狂わないという強みがありました。絶対にチューニングが狂わない。はい。アナログ楽器の弱点を完全に克服していたんです。超高価だった PPG ウェーブの市場はあっという間に狭まっていってしまったという構造なんです。圧倒的な物量の差ですね。まさにその通りです。そして、脅威は DX7 だけではありませんでした。他にもあったんですか？はい。市場にはさらに別の波も押し寄せていまして、アカイですとか、それからエンソニックといったメーカーからですね、より手頃な価格のサンプラーが普及し始めたんです。サンプラーまで普及し始めたんですね。そうなんです。こうして新世代の機材が次々と押し寄せる波の中で、PPG のビジネスモデルは非常に苦しい状況に追い込まれていきました。高価なハードウェアを少量生産するというやり方ですね。なるほど。PPG の機材はカスタムハードウェアを多用した非常に先進的な設計でした。そうですよね。これがですね、製造の面でも
あるいは保守の面でも、企業にとって莫大な負担となっていったんです。先進的だからこそコストも手間もかかるわけですね。その通りです。こうした経営上の苦境が続く中で、パームはですね、一つの決断を下します。決断。最後の賭けとして、さらなる先進的なモンスターマシンの開発に乗り出すことを告げるんです。それがリアライザーですね。はい、リアライザーです。僕、手元の資料で1986年のイギリスの音楽誌を読んでいて、エレクトロニクス&ミュージックメーカーの記事ですね。そうです。その記事を読んで、時代を先取りすぎた異常な発想だなって本当に驚愕したんですよ。と言いますと？だって、ハードウェアのオシレーターやフィルターを持たず、すべてソフトウェアの計算で音を作るって書かれているんです。まさにそうですね。しかも、具体的なスペックとして14インチのカラーモニターと37個のアナログコントローラーが備わっていたって。はい。つまり、物理コントローラーで画面上のパラメータを操作する構想だったわけですよね。その通りです。後のソフトウェアベースの音楽制作環境を完全に見抜いていました。まさに現代の DAW 環境そのものだね。本当におっしゃる通りです。しかも単なる録音環境じゃなくて、ミニムーグとか FM シンセサイザーそのものをソフトウェア上で再現しようとしていたわけですよね。はい。今でいうソフトシンセとか VST プラグインの発想です。これ PPG の狂気と執念ですよね。本当にすごすぎる。しかしですね、この狂気と言えるモンスターマシンですが、はい。その予定価格がいくらだったか資料に記録が残っています。いくらだったんですか？当時の価格で3万から4万ポンドでした。3万から4万ポンド。これを現在の価値に換算しますと、日本円で2000万円を超える常識外れの高価格になります。高級車が買えてしまう。そうなんです。この市場が激変している最中に、時代を先取りしすぎた思想がもたらした結末は非常に残酷なものでした。破滅へのカウントダウンですね。莫大な開発費の重圧により、プロトタイプのまま商業化には至らず、はい。1987年に PPG は破産してしまうのです。デジタルの可能性を誰よりも早く見抜き、アナログの質感と融合させ、最後はソフトウェアの統合環境まで無双した。オルフガング・パームの挑戦は決して無駄じゃなかったんですね。はい。1987年、PPG という会社はその歴史に幕を下ろしました。しかしですね、パームが切り開いたウェーブテーブルという思想そのものはここで消え去ったわけではないんです。皮肉なことに PPG が姿を消した後になってですね、その発想はより広い世界へ広がっていくんです。会社は救えなかったのにですか？はい。時にはですね、ライバル企業の開発者たちさえもこの発明に刺激を受けて、次世代のシンセサイザーへと技術は受け継いでいくんです。会社はなくなっても彼のアイディアは生き続けたんですね。そうです。このウェーブテーブルという技術そのものの詳細な仕組みや、その不完全さが生み出した音色の文化史については、また別の動画でじっくりまとめてみますね。そうしましょう。一人の技術者と一つの会社の果てしない探求心と栄光、そして終焉を感じるお話でした。最後に、ここまで一緒に探求してくれたあなたへ。会社という形は消滅しても、パームが残したウェーブテーブルの不完全なアイディアが、結果として後世の新しい音色の文化を作り上げました。完璧ではない不完全さこそが次の時代の扉を引く鍵になるのだとしたら、あなたの周りにもそんな未完成なまま世界を変えてしまうような可能性がひっそりと眠っているかもしれませんね。本日はここまでとさせていただきます。また次の歴史を紐解く日にお会いしましょう。ありがとうございました。